the shadows of this quiet town. I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in the life you never. 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回は手帳が続く3つのポイントについて、実際の手帳の中身、書き方のご紹介とバレットジャーナル4月のセットアップをしながらゆるっとお届けします。あっという間に春がやってきましたね。4月から6月までのテンプレートも使いにくいところを改善してみました。こちらは後ほどご紹介します。ということで早速行ってみましょう。まずは今抱えている問題について確認してみました。10月始まりの手帳とか1月始まりの手帳、可愛くて何冊も買っちゃったけどやっぱり空白が目立っています。皆さんはどうですか？時間はみんなに平等だけど止まってはくれないので、全ての手帳を均等に使うのはちょっと難しいですよね。張り切って買った手帳も新品のようです。あとこちらは100円ショップセリアで買ったお値段以上の可愛い手帳。最初の頃はサブスク専用の手帳として使っていたんですが、生活の中で優先順位が低く、こちらも空白が目立ってきました。目的が曖昧だったり優先順位が低いとどうしても後回しになってしまいませんか？今は4月から心機一転、手帳をもっと楽しみたいという気持ちになっているので、何冊も使おうとせず一冊の手帳に絞って自分の生活リズムに合わせていく方が良さそうです。唯一続いているバレットジャーナルだけはお気に入りのノートとお気に入りのテンプレートで時間の流れを楽しめています。呼吸するように手帳を開くという習慣ができたのは自分のリズムが乱されない工夫をしたからなのかもしれません。ということでまずは手帳の中身や書き方をさらっとご紹介しますね。こちらは2月の手帳の中身です。2月は結婚式があったり、打ち合わせがあったり、洗濯機が壊れて新しいものを買ったり、4人の子供のあれこれがあったり、目まぐるしい日々を過ごしましたが、手帳は割とすっきりとしています。2月のテンプレートに合わせて使ったのは、セリアで購入した春らしいステッカー。こちらはピンク系なんですが、可愛すぎてブルー系も買っちゃいました。またブルーとか紫系のテンプレートの時に使っていきます。そして1ヶ月後の自分へ向けたちょっとしたお手紙を書いたメモ帳はこちら。ロフトで購入したいろは出版さんから出ているバレットトゥードゥーリスト。ちょっとしたお手紙でも具体的なイメージを持って書けばアファメーションのような効果もあってとってもおすすめです。そのイメージに近づくために日々生活をしているんですが、ウィークリーページはこんな感じ。必要な情報だけに絞って箇条書き、端的に表現するのが好きです。人生も仕事もバランスよく楽しんで、何でもない毎日が特別な毎日だと感謝できるように、流れる時間に光を当てるイメージで。では手帳の中身はこれくらいにして新しいテンプレートのご紹介をします。4月から6月までの3ヶ月分。3ヶ月ごとに販売している理由は、春、夏、秋、冬と季節ごとの変化を楽しむためです。それぞれの項目をご紹介しますね。1枚目は大きいマンスリーと縦カレンダー。この1枚だけでも何通りも楽しみ方があるんです。続いて2枚目。週間トラッカーやミニカレンダー、週間チェックに使いやすいラベル。2枚目は日々時間に流されてるなぁと感じている方に特に活用してほしいテンプレートです。細かい角度で自分を見ると思いがけない余白に気づくことができます。3枚目は実際に行動に移すときに活用してほしいテンプレート。小さいマンスリー、日付シート、今月のワークにおまけ画像。行動するときは小さいノートも活用できるようにそれぞれが少しミニサイズになっています。
理想の自分になるために理想のリズムを習慣化できるテンプレート。お楽しみカラー以外にもベーシックカラーをご用意しているので、カラフルが苦手な方は落ち着いたブラウンで使ってみてください。物販とダウンロード版があります。ここからは手帳が続く3つのポイントについて。1つ目のポイントは1ヶ月に1回最低1時間自分時間を作ること。仕事が忙しかったり、家族の予定が詰まっていたり、SNS をダラダラ見てしまったり、とにかく時間に流されることって多いですよね。そんな時こそ1ヶ月に1回は誰にも邪魔されない自分時間を作ります。私は唯一バレットジャーナルのセットアップをする時だけ落ち着いて自分に向き合えるので、赤ちゃんが生まれてからも1ヶ月に1回の自分時間を大切にしています。2つ目のポイントは月に使う文房具を決めておくこと。いつも同じ文房具を使うと飽きてしまうし、その都度文房具を選ぶと無駄な時間ができてしまう。お気に入りの文房具をあらかじめ決めておいて、すぐに取り出せる場所にまとめておけば、毎日のステップが減ってストレスなく手帳を楽しむことができます。あまり使わない文房具とか挑戦してみたい文房具を1ヶ月限定で使ってみるのもすごくいいですよね。ステッカーは 1,2 枚に限定すると統一感が出ます。ステッカーの色に合わせて付箋やメモ帳、カラーペンを選ぶ習慣を作ればメリハリのある手帳時間が過ごせるはず。4月はこのメモ帳を使ってみようかな。私はオリジナルテンプレートを使っているので、テンプレートのテーマである穏やかな春の一日を意識して文房具を選んでいます。ちなみに5月はブルー系でテーマが私を幸せにする習慣。6月はパープル系でテーマが夏を迎える準備となっています。3つ目のポイントは時間の先取りをしておくこと。先取り貯金のように先に時間を配分しておけば、時間に追われて結局何もできなかったということが少なくなります。私の場合はバレットジャーナルをセットアップした後、将来的に予定していることやいつかやりたいと思っていることを書き留めるフューチャーログのページを確認して全ての予定を入れ込みます。予定を入れ込んだ後はライフビジョンを書き記したシンデレラノートを確認して理想の自分像に近づけるステップを入れ込みます。これが私なりの手帳が続く3つのポイントです。では4月のすべてのページを見ていきましょう。マンスリーの次はスケジュールやゴール、レターのページ、そして習慣トラッカー、習慣チェック、ワクワクワークのページ、一行日記のページで完成です。ウィークリーページはまた違う日にゆっくりと作成します。残ったテンプレートはすぐに取り出して使えるように、無印の片面クリアケースに保存してノートの横にセットしておくのが今の定番です。使いかけのステッカーとか付箋とかも一つの場所にまとめておけば時短になるので、すっきりとまとめて過ごしたい方にはおすすめですよ。何かにチャレンジしている時や人生の休み時間を充実させたい時、個人的には3ヶ月くらいが最も集中できるんじゃないかなと思うので、手帳を活用して人生を楽しみたい時はぜひこのテンプレートも使ってみてください。皆さんからいただくたくさんのコメントやメッセージを参考に、これからも楽しめるテンプレートを作成します。春からは大人気のオリジナルノート3冊限定でワクワクなキャンペーンも始まります。旅するマーメイド、マカロンの休日、そして森の美術館。ショップやインスタグラムなどでも情報を更新していきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれでおしまい。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。